ご紹介いただきました私食虫植物の専門店でお店出しておりますヒーローズピッチャープランツの鈴木と申します。よろしくお願いいたします。僕食虫植物屋なんですけども、一応食虫植物お店始めて10年ぐらいで、その前15年ぐらいは洋蘭の生産でシンビジウムとかオンシジウムとかオドントグロッサム、ミルトニア、いろんなものを栽培してましたんで、その辺のことを踏まえながらちょっと20分ぐらいの短い間ですけどもご案内させていただきますのでよろしくお願いいたします。じゃあいいですかね、行っちゃってね。はい、じゃあまずゲート、オーキッドゲートからご案内します。はい、こちらですね。こちら、はい、こちらお願いします。はい、こちらまでお願いします。はい、今年世界ラン展35周年ということで、こちら35アニバーサリーとなってますけども、今年のオーキッドゲートはですね、まずコチョウランのゲートから始まりまして、オンシジウム、またコチョウランと、約これ展示全体で輪数で数えると約10万輪のランで飾られている展示になります。こちら黄色いオンシジウムですね。最近なかなか見なくなったんですけども、これオブリザタムっていうオンシジウムになるんですけど、すごく細かい花がたくさん咲いてですね、これ約1株に大体もう1個ずつ数えると1000輪ぐらいついてるようなオンシジウムになりますね。はい、で続いてどんどん参りましょう。こちらオンシジウム、シンビジウム、オドントグロッサム、デンドロビウム、よく皆さんご存知の、ランが飾られておりますけども、こう飾られる位置ですね、下に生えてるような、下に飾ってるようなものを生かす、例えばパフィオペディラムだとかね、こういうものはやっぱり地生蘭っていって地面に生えてるもの、また上に飾られてるコチョウランだとかデンドロビウムだとかは着生蘭っていって木の上に着生して生えてるようなもの、そんなような流れでこう自然に合わせて展示させていただいているような感じになりますね。はい、じゃあ続いて参りましょう。約10万輪の花ですからね、なかなか見応えがありますね。ここからまたちょっと雰囲気変わりまして、少し暗いところに入ってまいりますね。でここ私最初申し上げましたけども、食虫植物屋でございます。このゲートのところにですね飾られてるんですね。はい、これちょっとご案内したいと思います。はい、皆さんちょっとランを見に来たと思うんですけど、僕の見せ場ここしかありませんので、ここでちょっと時間取らせていただきますけども、僕はこのウツボカズラ専門で栽培育種しております。でこれウツボカズラ、ラン展でなんでこれウツボカズラなんだかっていうと、ウツボカズラって東南アジアフィリピンなどに生えてまして、ランと同じところに自生してるんですね。パフィオペディルムだとか、あとデンドロビウムだとか、そんなような生えてるところに自生してます。でこれすごく大きくなるものだと本当に人間の腕が肘まで入っちゃうぐらいのような袋をつけるような品種があったりだとか、あと自生地に行くとネズミがですね、ここのところをちょろ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 歩いて、それからネズミや虫を誘う蜜が出てるんですね。それを舐めに来てちょっと間違えて落っこっちゃうっていうような、そんなような虫だけじゃなくてちっちゃい、ネズミなんかをね捕まえるような大きいものがあるんだよ。でこんなもん両サイドに僕の自慢の一品飾ってありますんで、後でゆっくりご覧になってください。はい、じゃあ次参ります。でここから上にですね、天井に、デンドロビウム、コチョウラン、あとこれエアープランツですね、チランジアのウスネオイデスなんかも、これ現地でもやっぱり木の上からぶら下がって生えてるようなものを表現するためにここに吊るしてあります。これやっぱり自生地だと根っこが木に張り付いて、自然とついてるんですけども、これですね準備の時、会場ですから先週の火曜日ですね、事務局のみんなでこれ針金でずっと何時間も上向いてもうみんな担当も腰が痛いだ腕が痛いだ言いながら一生懸命やってましたんで、ご覧になっていただければと思います。でこちらになりますね。こちら、なかなかね綺麗なランばっかりやっぱりやるとお花に目が行くんですけども、
ちょっと下の方にも目を向けていただいて、どんどん近づいてみてください。これをね見ていただきたいんです。今日はここですね。ここにね葉っぱだけのちょっとキラキラ光るような葉っぱだけあるんですよ。これもランなんですね。これマコデスって言いまして、シュスランなんて呼ばれるんですけど、こう花はねそんなこうコチョウランだとかデンドラビオムみたいに綺麗な花じゃないんですけども、光に当たると葉脈がこうキラキラして宝石みたいに見えるってことで、ジュエルオーキッドなんて呼ばれて、今結構若い人の間なんかでも流行ってるシュスランだとかジュエルオーキッドだとかって言われてるものですね。こんなのもすごく人気があります。あと次こちら、着生蘭のこれですね。こちらの花もすごい細かい花が咲いて、これも蘭になるんですけども、これで一株になるんですね。一株からこういろんなこう株分かれしてこう小さい蘭でもこれだけの群生したものが自生地に行くと木に張り付いて、着生してるんだよっていう、こんなのも見て帰っていただきたいと思います。はい、じゃあ次。はい、ここからですね個別展示部門になります。洋蘭をですね41のカテゴリーに分類しまして、もうちょっとこっち寄りましょうかね。もうちょっとこっち寄りましょうか。41のカテゴリーに分類しまして、でここでその各カテゴリーのトップ1位になったお花がここに並べられています。この青いリボンがついてるかと思うんですけども、青いリボンが各カテゴリーの1位になりますね。ここは、春蘭のカテゴリー、バンタのカテゴリー、パフィオペディラムのカテゴリー、各カテゴリーの1位がここに並んでます。でブルーリボンっていうのが1位です。でブルーに続いて赤いリボン、白いリボンと2位3位と続くんですけども、この奥日本大賞の奥には個別審査で2位3位になった株も並べられています。それが、赤いリボンがついてるもの、白いリボンがついてるものを見たときに、これがこのカテゴリーで2位なのか3位なのかっていうのが分かるようになってますんで、その辺も注目して見ていただければと思います。でこのまま日本大賞の前まで行きましょう。その41っていうのは、はいはい、分かるんですか、我々は。カテゴリーですか。こう見ても分かんないんですよね。パフィオペディラムのこう、であったり、シンビジウムであったり、コチョウランであったり、種類でこのラベルを見るとね、書いてある、はい、書いてあるんですよ。こういうデンドロデューム。はい、日本大賞の前まで、こちらまでお願いします。はいはい、どうぞどうぞ、こちらです。こちらです。はい、はい、こちらですね、その、ブルーリボンの中からでも、日本1位で、ここ日本大賞1位ですね。でこちらの後ろのカトレアがこちら2位ですね。はい。で向こうの大きなシンビジウム、赤っぽいシンビジウム、あれが3位になりますね。でここにトップが1、2、3が並んでますので、もうここも一番注目して見ていただければなと思うところであります。で、こちらパフィオペディラムのワーディ、こちらが日本大賞になるわけですけども、こちらですね、原種で見た目はちょっと地味なのかな、派手さはないのかなっていうところあるんですけど、パフィオペディラムって一目に、一つの目に一つの花茎が上がってくるようなタイプなんですね。でそんな中でこれ10本ぐらいの花が同時に上がってきていると。でもうこれでもう十数年やっぱり作り込まないとこういう状態にならないですね。これ原種になるんですけども、なんでこれ原種だって分かるんだって、もともとそういう知識があれば分かるんですけども、ただこれねラベルを見ていただくと原種か交配種かって分かるようになってます。こちらにですね、ちょっとこちらに回ってきていただいて、これはパフィオペディラムのワーディって、これラベルなんです。パフィオペディラムの PAPH、 これパフィオペディラムの枠なんですけども、このワーディの最初の文字、これ小文字で書かれてますけど、洋蘭の表記で最初に小文字で書かれてるものは原種になります。で例えばこれは別の品種で大文字で書かれてるってなると、これ交配種だなって分かるようになってますんで、展示作品見るときにラベルも注目してもらって、
あ、これ交配種だ原種だっていうの分かりますんで、その辺ちょっと注目して見てみてください。すごい。でじゃあ次個別展示ちょっと1個ずつちょっと少しあんまり時間ないんですけどちょっと回っていきますんで、こちらお願いします。はい、ここからですね、まずカトレアの個別展示がございます。ちょっとこのまま進んでいただいて、これ赤リボンありますね。はいはい。赤リボンはカトレアのトレアニア原種ですね。これね原種でね、ここでちょっと止まっていただきたいんです。ここで、はい、カトレア洋蘭の日本この個別部門でフレグランス部門って言って香りを審査する部門もあるんですけども、ここ香りの審査じゃないんですけど、カトレアってすごくいい香りのする品種が多いんですね。でこれちょっとここにちょっと、何の変哲もないって言ったら失礼な話ですけど、カトレアがあるんですけども、これすごく香りがいいカトレアでして、桜餅みたいな香りがするんですよ。ちょっと今マスク取られたんで桜餅ですよ、桜餅ね、これ桜餅なんですよ。でこれ桜餅ちょっと嗅いでみます？桜餅みたいにいい香りがするんですよ。いい香りするんで、このカトレアは本当にフレグランス部門に出してももう1位になってもおかしくないようなすごくいい香りがして、やっぱりこの香りをその別の花に引き継がせたくて交配親に使ったりするんですけど、なかなかこのいい香りがやっぱ遺伝しないんですね。だからこれこのカトレアね、すごくこう見た目派手さはないんですけど、すごくいい香りがするよって、そんな楽しみ方もあるよっていうようなカトレアのコーナーでございますね。はい、じゃあ次参りましょう。もう本当いろんなカトレア綺麗です。これもいいですね。これすごく可憐なこうスプラッシュが入ったカトレアなんですけど、これプリンセスキコっていうですね、キコ様がご解任された時かな、に作られた品種ですね。プリンセスキコになりますね。はい、はい、続いてこちらです。はいはい。ここから、フラワーアレンジメントの部門になります。フラワーアレンジメントの部門になりますね。こちらゆっくり進んでいきます。はい、ここからフラワーアレンジメント部門はですね、ウェディングブーケ部門とアレンジメント部門と、部門が分かれてるわけですが、こちらですね、ここに奥に、ウェディングブーケ部門の、1位、ここにアレンジメントの2位、その裏にアレンジメント部門3位と、ありますので、その辺の、受賞作品もご覧になっていただきたいなと思います。やっぱり生の切り花だとか生活されてますので、なかなかこう1週間展示でいい状態で保つの難しいんですね。ですからもう毎日作家さんの方こう展示をこうお手入れしていつもいい状態で見ていただけるようにこういろいろ手もかかってますので、この辺もじっくりご覧になっていただければと思います。はい、はい、次こちらです。はい、こちらお願いします。はいはい、こちらです。はい、この列をちょっとご紹介していこうかなと思いまして、ここは東洋蘭のまずここ1階に出てくる東洋蘭の審査の部門ですね。で1個目綺麗な花出てきましたんで、はい、こちらです。こちらサギソウですね。日本にも自生してるサギソウなんですけども、でこれ本来なら5月頃咲くようなお花なんですけども、その花をですね、光加減温度加減調整しながら、この時期にこれだけ咲き揃えているすごい状態のいいもんだなということで、これやっぱりレッドリボンがついてますね。2位の作品になります。これ日本の湿地なんかでもこう見られる、蘭ですので、なんかこうねハイキングとか行った時でも見られると思いますので、ちょっと注目して見ていただきたいなと思います。そして東洋蘭、こちらエビネが続きますね。
エビネもこれ今花ございません。この時期は花ないんですけども、ハゲって言いまして、葉っぱの葉に芸能の芸、ハゲって言いまして、その葉っぱのこの服が入り方だとかを楽しむ部門になりますね。はい、東洋蘭って結構ハゲを楽しむっていうそういう文化も日本に昔からありますんで、この辺その葉っぱを見ながら、あ、これがいいな、これが綺麗だななんて言いながら見ていただければと思います。はい、続き参ります。石国風紀蘭と続きますよ。この辺もハゲを楽しんだりですね、あと香りの強いシンビジウムなんかも多いですね。はい、次こちらです。春蘭です。はい、こちらも、日本から中国に自生しているシンビジウムですね。シンビジウムの仲間で春蘭っていうんですけども、これもね、先ほどのカトレアミのように非常に香りの強い蘭が多いです。で、今年の、フレグランス部門の大賞を取ってるのも春蘭になりますんで、向こうはね、香り実際に嗅いでみることもできますんで、はい、この香りが強い日本の蘭、日本から中国春蘭があるよっていうこと、この辺春蘭になりますね。はい、続いてまいります。次デンドロイブームもちょっと行きましょうか。時間ないって今せかされてるんですけど、大丈夫、皆さんが時間あれば僕は大丈夫ですので、もうちょっとやらせてください。はい、次デンドロビウムいきます。これね、デンドロビウムでこれ交配種になるんですけど、これもう花がびっしりですよね。もうこう裏にこうバルブって言って、バルブから花が咲くんですけど、バルブが見えないほど花がびっしりついてる。これも何かけて育種してきてこういう花を作り出すんですけども、このバルブから花になるまでのこの茎の部分を短いものを選んでそして花の大きなものを選んで何台も何台もかけて、こう茎も葉っぱも見えない花がドーンと出るようなものを作り出している。もう30年ぐらいかけて作ってる。もう大変手間暇かかった時間もかかってこういった作品が出来上がってるんだということですね。はい、はい、続いてまいります。続いてはこのシンビジウムも紹介したかったんです。このシンビジウム、これ小型のシンビジウムで、これ交配種になるんですね。シンビジウムフィリグリで、そうですね、最初大文字なんでこれ交配種になるんですけども、でこれね、中国の金陵変っていうシンビジウムを親株にして何代か交配したシンビジウムなんですけど、その金陵変っていうのはミツバチの分蜂の時にミツバチを寄せつけるようなフェロモンを出す原種なんですよ。ですからこのシンビジウムを育ててると5月頃咲くとね、もうミツバチがブワーッと寄ってきます。すごい量寄ってくるんですけど、でこれもね後で香り嗅いでみてもらってもいいですけど、もう香りは全然ないです。これはそのミツバチにだけ分かるようなフェロモンが出てまして、こう蜂を寄せつけるんですね。そういっただから養蜂家さんとかミツバチを集める人とかにすごく重宝されるシンビジウムになります。はい、もう人間には分からない特殊なフェロモンを出しているような面白い蘭ですね。はい、で裏側ですね。このすぐ裏側です。このすぐ裏側、こちらをご覧になっていただきたいです。はい、ランランガイドツアー、こちらですね。この黒い蘭、これカタセタムっていうんですけど、原種で黒いカタセタムもあるんですけど、これどんどん交配を進めて真っ黒い花が咲いてる。非常に綺麗な黒ですよね。これでこれ通称ね、カタセサムってこのバルブの部分が何に見えますかね。このバルブの部分、タケノコでしょ。これタケノコ蘭とかって言われてて、だって結構若い人にね、このバルブの格好がいいなっていうことで人気がありますね。でこれちょっとどなたか香りを、お姉さん香り嗅いでみますか。なんか歯磨き粉みたいな匂いするんですよ歯磨き粉みたいな、発火みたいなね、すごく特殊な香りがします。はい、だからなんか僕香りを楽しむのが好きで、蘭って本当にいろんな香りがするんでね、そんな楽しみ方もあります。でカタセタム、今これ葉っぱなくてバルブだけでタケノコみたいですけど、本当2、3ヶ月前まではその隣のセロジネみたいな綺麗な葉っぱが出てたんですよ。で花が咲く時になると葉っぱを落としてこういう形になるんですね。いろんな姿を見せてくれるんですごく人気があります。はい、
じゃあ次参ります。で皆さんよくご存知のねシンビジウム、こちらリカステちょっと珍しいですけどね、リカステっていうのもございますし、このまま個別審査部門はこのまま通過したいと思います。フレグランス部門はねこちらにありますんでね、また後でお時間ある時ちょっと匂いも嗅いでみてもいいと思いますんで、はい、続いてまいります。はい、こちらお集まりください。でこちらまずこれの前にですね、こちら特別展示、今回の世界ラン展の特別展示ですね、レブンアツモリソウの特別展示がございます。北海道のレブン島にのみ自生する固有種なんですけども、黄色くてすごく可愛らしいアツモリソウになります。で通常だと5月頃に咲くところをですね、温度管理、日照管理しながら2月のこの時期に、見ることってなかなか難しいですので、今希少なレブンアツモリソウ見れますので、こちらでご覧になっていただいて、で私の出身農場があるところがですね、八ヶ岳の麓にあるんですけども、八ヶ岳の麓もアツモリソウ自体は自生してるんですが、やっぱり八ヶ岳とか本州のアツモリソウと違ってもう小型で、この黄色いレブンアツモリソウって本当に綺麗ですので、こちらぜひご覧になってみてください。はい、そしてこちら次もですね、こちらも特別展示ですね。青いバラだとか青いカーネーションだとかね、何年も前から研究者の方が作り出そうといろいろやってきてますけども、コチョウランランの世界でもそういったところございまして、コチョウランですね、こちら、青か綺麗、だんだん青に近づいてきてます。これ2代目の青いコチョウランなんですけども、先ほどデンドロビウムで紹介した時にもう何十年も育種を重ねてきて、花茎の短いもの、花の大きなものを掛け合わせながら作っていくって私申しましたけども、この青いコチョウランに関しては、交配で育種して、できてきたわけではなく、他の花から、確か僕ちょっとうろ覚えであれですけど、パンジーの青い色素の DNA かなんかの遺伝子組み換えで作り出されたコチョウランになりますね。はい、で本当に綺麗なコチョウランですんで、もうこれ市販で販売もされてるような状態でクローンで増えてはいるんですけども、まだまだ珍しいものですので、こうして特別に展示してありますので、こちらもゆっくりご覧になっていただきたいと思います。はい、で、この場所から、ちょっと失礼しますけど、あちらの方にですね、狩矢崎先生の作品、また塩見悦子さんの作品ですね、そして、NHK のこれ趣味の園芸のこれかっこいいぜなんてサボテンだとか、ブロメリアだとかモンステリアだとか、そんなような、ございますので、まだまだ18時までゆっくりご覧いただいてですね、お楽しみいただければと思います。はい、私の案内にさせていただきたいと思います。They say time won't wait for anyone, and before you know it's almost done. So hold your dreams and cherish all you love. Keep believing now. I can't wait to see another day. Leave my worries, let them fade away. Plant new seeds and I will watch them grow.
my dreams to anywhere they lead. Write my story, make it